皆さん、こんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 38. 皆さんは摂食障害のことをどれくらい知っていますか？また、摂食障害と聞いてどんなことをイメージしますか？私は多分今までインスタグラムとかでもポッドキャストでも、話したことがなかったんですけれども、10代の頃から10年近く摂食障害 Eating Disorder と、あとは身体集計障害とか言って、ボディディスモルフィックディソーダーですねに、悩まされてきました。で、今はもうかなり落ち着いているので、こういうふうに問題なくオープンに話せるんですけれども、症状が一番ひどかった頃に一番辛いなと思ったことは、誰にも話せなかったことです。うつ病とか双極性障害とか人格障害とか、いろんな精神疾患とか障害を持つ人が誰にも話せないとか共感してくれない孤独感に悩まされていると思うんですけれども、あとは打ち明けた時にジャッジされるのが怖いとかね。で、私にとっては摂食障害が本当に誰にも言いたくないことだったんですね。なぜかというと、やっぱり過食とかするのですごく恥ずかしい、汚い、醜いことだと思っていたんですね。で、最初の3年くらいは本当に誰にも言わなくて、で、絶対バレちゃいけないと思ってすごくビクビクしていたこともあるし、で、その後も結局打ち明けたのは2、3人くらいで、オープンに話せるようになったのは8、9年経った後で、もうだんだん治ってきた頃でしたね。それが今から2年くらい前です。で、今回のポッドキャストで話そうと思った理由は、そういうふうに一人で悩んでいる人がもしいる場合は、少しでも、孤独に感じることがなくなったらいいなって思うのと、あとは私がオープンに話すことで、私のように醜い汚いことだって思っている人が、そういう意識を減らせたらいいと思うし、あとは今まで摂食障害を持っている人とかと関わっていない人は多分あんまりどんなものかすらもわからないかもしれないので、そういう人たちにとって少し興味を持つきっかけになれたらいいなと思っています。で、10年近く一緒に生きてきた摂食障害なので話せることはいっぱいいるんですけれども、今回のエピソードでは、そもそも摂食障害とは何か、どういうふうに発生してどういうふうに続いてどういうふうに治っていくかっていうのをお話ししたいなと思います。で、今回また私のことを話すので、人によって症状とか理由とか何が良くて何が悪いみたいなことは全然違うので、あくまでも参考に、個人的な話として聞いてください。では、私が自分は摂食障害かもしれないなと疑ったのは15歳、16歳くらいの時だったんですけれども、今考えればその前にも前兆がたくさんありました。4歳からずっとクラシックバレエ教室に通っていて、で、8歳で引っ越した時に、バレエ教室も変えて、すごく厳しい教室に通い始めたんですね。で、多い時で週に6回くらい通っていたんですけれども、で、レッスンに行くたんびに体型のことを注意され、何を食べるべきか食べないべきかとかすごく厳しく指導されていたんですね。バレエ業界ってそういう感じですね。バレエとかもう摂食障害になるのを避けられないみたいな、業界が少しありますよね。で、私の先生はマナーとか挨拶にもすごく厳しい人だったので、大人の人に会ったらこういうふうに立ち止まって挨拶するとか、そういうここでは何をしないこれをしないみたいなルールがたくさんあって、その中の一つが食べ歩きとか買い食いとかしないっていうものだったんですね。
で、私の家はもともとジャンクフードとかコンビニの食べ物とかあまり食べさせたくないという、家庭だったので、そもそも私はそういう食べ物を食べたことがなかったんですけれども、でも何歳だろう、9歳か10歳ぐらいの時にも本当にお腹空いているし、やっぱりバレエ教室の後にバレエのレッスンの後って何か食べたいので、こうみんなでこっそりコンビニに行って、その当時日本円の100円とかのねお菓子を買ったんですね。で、先生とかにバレないようにこう柱の影とかに隠れてみんなでこっそり食べたんですけれども、その時にコンビニのお菓子ってこんなに美味しいんだみたいな。もちろん他のご飯も好きでしたけれども、でもやっぱり禁止されていたからこそ、これ美味しいって思ってしまったのか、そこからこうハマりだしたんですね。で、その後もよくバレエ教室の後にこっそり買って、外で食べたり、あとは家まで持って帰って、で家族にバレないように布団の中に潜って、食べたりしていました。で、そういう時はビニール袋を開ける音とかでバレて怒られるかもしれないと思って、すっごいビクビクしながら、やって、でもちろん、ゴミも隠していました。で、13歳12歳くらいで中学生に上がると、やっぱり体型が気になり始めますよね。で、それと同時にバレエ教室でもこう腹の肉をつままれて、これは何だとか言われたり、私よりも細い人と比べていつになったらあの子みたいな細さになるんだみたいなことをしょっちゅう言われていたんですけれども、それ以外にもやっぱり日本の女性の体型に関する精神文化みたいなのもすごく影響していて、こう世界的にも90年代2000年くらいって細ければ細い方がいいみたいな感じだと思うんですけれども、最近西洋は筋肉があった方がいいとか、細すぎたら逆に不健康みたいな考えが出てきましたよね。で、日本では結構いまだに細ければ細い方がいいみたいなのがあって、で、私が子供だった2010年くらいはまだまだそれが強かったので、やっぱりこう友達とか家族の会話の中にもそういう体型に関する話がたくさん出てくるんですね。こう特に距離が近い家族とかからは、こう食べ過ぎじゃないとか、よく食べるねとか、顔丸くなったねとか、むしろ逆に細くなったねとかね、そういうコメントがよくありましたし、で友達同士ではもうずっとダイエットの話、こう痩せたいねとか、この二の腕やばいとか、今日食べ過ぎたみたいな、そういう話をずっとしていました。で、それと同時にやっぱりこう生理とかも始まって体型も変わっていくので、こう少し脂肪がついたりするのが気になって、で毎日毎日体重計に乗ってもう 100g の違いに一喜一憂して、もし少しでも増えたらダイエットして食事制限したりしていたんですけれども、逆にそのストレスがたまると、親とかバレエの先生に内緒で買い食いをして、ストレス発散して食べていました。もちろんダイエットが成功したことは一度もないですね。成功というか、そもそも痩せていたんですけれども、今と同じ身長で10キロ以上、少なかったりしたんですけれども、その時は絶対自分は太っていると信じ込んでいたので、もちろんそれ以上痩せることもできないので成功しなかったと思うんですけれども、やっぱりストレスのかかる極端なダイエットをしているので、数週間続いても絶対リバウンドするっていうのが、パターンで、それがもう23歳ぐらいまで一度もダイエットをやめられなかったんですね。高校生になって、見た目とかをさらに気にするようになって、でしかも家から1時間半くらいかかる高校に通っていたし、お小遣いも増えたので、こう行動範囲も金銭的な自由も増えてから、こうその癖がさらにひどくなりました。最初はそのさっき言ったように、数週間極度なダイエットをして、でストレスが溜まったら暴食してっていう感じだったんですけれども、だんだんその周期が短くなっていって、で気づいたらほぼ毎日こう今日は何も食べないと決めて、で夜になったらストレスが溜まって暴食するみたいなのを
をやっていたんですね。でそれと同時に本当に自分の体が大嫌いになっていって、で四六時中頭の中は自分は醜い、太ってる、でも食べたい、痩せたい、こんな脂肪を削り落としたい、この後何食べようかな、なんでこんなにブスなんだみたいな考えがずっと頭の中にありました。Before we continue, let me quickly introduce how you can improve your Japanese skills even more at Saya Japanese School. At Sayas, you can take online private lessons with my amazing teachers, and I really want to emphasize how high quality the lessons are. So I actually used to work for this huge language learning platform, and I absolutely hate it because they don't care about the teachers at all, and hence they don't care about the progress of the students. At Sayas, all teachers are not only experienced, certified, or dedicated, but we also have teacher training sessions regularly so that we can improve all the time. Also, we take students' feedback very seriously. If you want to try it out, visit sayajapanese.com and take a trial lesson. Alright, let's get back to the main topic. 摂食障害とか集計恐怖症って本当に面白いというか興味深いんですけれども、本当にどう見えているかとか痩せているか太っているかって関係ないんですね。もう時々骨しかないみたいな痩せている子でも自分は太っていると信じ込んでいる人もいますし、で私もダイエット私もバレエはやめたんですけれどもダンスは続けていたので、かなり筋肉もあったし脂肪も少なかったけど、でも自分はすっごい醜くて太っていると信じ込んでいました。なので本当に体がどうというよりかはもうメンタルですよね。であとは摂食障害っていう言葉をその当時聞いたことはあったんですけれども、こ食べられなくてガリガリに痩せている人たちのことだと思っていたんですね。なのでまさか自分が摂食障害だとは思っていなかったんですけれども、食べるのとあとは自分の体を嫌うことがやめられなくて、それしか頭になくて、本当に日常生活にも支障をきたしていたので、藁にもすがる思いで Google とかで調べてみたんですけれども、そしたら、摂食障害の中でも拒食症、食べられないっていう拒食症だけじゃなくて食べるのがやめられない過食症っていうのもあるんだっていうことを知って、でそこで初めてこれは私かもと思ったというわけですね。でそれを知った時はいつの間にこんなことになってしまっていたんだろうっていうのと、でもあとは私は一人じゃないんだ、他にも同じような悩みを抱えている人がいるんだっていう少しの安心感もありました。ただその病名を知ったからといってやっぱり過食とかって本当に醜いことだと思っていたので、周りにも全く言えずに、そのまま続けていたんですけれども、インターネットとかで調べていくうちに過食する人が嘔吐もするっていうことを知ったんですね。で当時の私はとにかくたくさん食べたかったし、とにかく痩せたかったので、それを見て私にぴったりじゃんと思って、どういうふうに吐けるか調べて、でそこからは、過食してはすぐに吐くようになりました。でただ全然良くなるどころかむしろ悪化したんですね。まずはやっぱり後で吐けるようになったので食べる量がさらに増して、でお腹パンパンすぎて呼吸が苦しいほどお腹に詰め込んで、ですぐに吐いたらまた食べ始めるっていうこともありました。で吐くこと自体は慣れたら簡単になるけど、吐くのってもうかなり体がしんどいです。喉の奥に手を突っ込んで吐いて、でその度に喉が痛いし、吐物が、気持ち悪いし、口の中が酸味でいっぱいになるし、で何よりもそれをやってる瞬間の自分があまりにも情けなくて、吐くたびに本当に吐くたびに泣いていました。で家で吐くこともあるし、学校とか駅とか公共のトイレで吐かないといけないこともあるので、そういう時は音とか匂いでバレないようにするし、で吐いた直後に平気な顔で友達のところに戻ったりとかもしないといけなかったんですね。
で、人生で初めて実証行為をしたのもこの頃でした。もうとにかく自分が嫌いで嫌いで醜くて、だらしないし情けないし、どうにか罰さなきゃと思って、自傷することで解決していたんですね、その気持ちを。あとは投げやりになって過食する時以外は逆に食べるのが怖くて、で例えばお腹空いたからコンビニで何か買おうと思ってコンビニに入ってもカロリーを全部チェックし始めてしまって、で結局どれを食べるのも怖くなって何も食べずに半時間を無駄にするとか、あとは食べ物の中でも添加物はダメとか砂糖はダメとかいろんなルールを、自分で作っていました。で、さっきも言ったように摂食障害の人の多くが本当に四六時中、食べ物と体型のことばかり考えています。で、私も今自分が高校生とか大学生だった頃のことを思い返しても多くの思い出が摂食障害のことなんですね。例えば友達と一緒に行った旅行も隠れてトイレで、食べたり吐いたりしていた思い出があるし、で家族と一緒に行ったレストランも本当は過食した直後ですごくお腹がはち切れそうで罪悪感だらけだったこととか、ディズニーランド行ったけどそこでも自分の体型が憎くて仕方なかった思い出とか、一度も摂食障害になったことのない人は結構もう食べるのをやめればいいだけじゃん、ダイエットすればいいだけじゃんとか、逆に拒食症の人には食べればいいだけじゃんって言うんですけれども、脳のトリックですっごいパワフルでいい意味でも悪い意味でも、もうどんな体型をしていても自分が醜いと決めてしまったらもうそうとしか思えなくなるし、でじゃあ痩せようと思ってもやっぱり体は嘘をつけない。そんなに極度なダイエットをして十分な栄養をとってないとやっぱりストレスが溜まって、コントロールできなくなったりしてしまうので、もう私は一生ここから抜け出せないんだろうなって思ったことも、何度かありました。なので8年9年くらい経ってふと1年間過食していないと気づいた時はもうびっくりだし本当に誇らしかったですね。症状が少し軽くなったのはスペインに来てからです。スペインで生活し始めてそもそも全体的にストレスが減ったんですね。やっぱり友達も東京より会いやすかったし、楽しいことがたくさんあるし、スペイン人の性格が私には結構合っている気がしたので、体型のことを気にすることがどんどん減っていったんですね。で、あとは日本では絶対に痩せているとは言われない体型なんですけれども、スペインではもっと多様な体型の人がいるし、でもそれを気にしている人っていうのは日本で感じるほどいないので、例えば友達に会う時とか他の人と関わる時に体型のことについてコメントされることもほとんどなくなったので、もうそもそも体型とかに関する意識がすごく薄れていきました。過食症が治っていったのもある時ふとあれ1年くらい過食してないって気づいた時でしたね。でそれは逆にビザの取得とか、スペイン生活でのいろんなことが大変でむしろそんなのも考えられなかったとかいうのもあるんですけれども、でもやっぱり一番影響が強かったのはその全体的な生活での幸せとかマインドセットの変化かなと思います。どういうふうに治っていったかについてはまた今度他のエピソードで、話したいと思います。で、今では過食症とかあからさまな摂食障害の症状はなくなったんですけれども、やっぱり今でも悩むことはありますね。一番ひどかった時に私の脳の95%が常に、食べ物と体型のことで占領されていたとしたら、今は少なくても常に5%、多い時で20%くらいやっぱりそのことをずっと考えているんですね。例えば仕事していてもずっとお腹を触っていて脂肪が多いなとか考えたり、遊びに行く時も、鏡で自分の
様子を見て、太ったなとか、この服太ってるから似合わないなとか、食べる時もこれ食べ過ぎたらとかいつも考えていますね。でもその考えるこう強さとか頻度がだんだん減っていって、いつか完全にフリーになれるのかなと、信じています。でそのためには本当にダイエットとか運動とか、運動も大切ですけれども、でも一番大切なのは、自分を愛すること、自分に対する考え方とか自分との対話の仕方とかだと思っているので、今後も、少しずつ変えていけたらいいなと思っています。というわけで、私の10年間の、摂食障害の歴史でした。もし特に聞きたいこととか知りたいことがあったら、今度の他のエピソードでお話しするので、ぜひコメント欄にコメントしてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!